なんですがあなたはこのキャラクターをご存知でしょうか？なんだろうこのキモ、可愛い感じのナックルズっぽいキャラは、もしかして前に紹介してたソニックみたいなソニック由来の二次創作とか？そうですね、二次創作という点ではある意味そうです。彼は通称ウガンダナックルズ、ソニックシリーズのキャラクターナックルズを元ネタとした二次創作なのですが、海外を中心にネットミームとして大流行し、その果てで非常に大きな物議を醸したかなり癖のあるキャラクターとなっています。今回はそんなキモ可愛くも大きな問題を抱えたウガンダナックルズについて、その誕生から現在までの経緯をわかりやすく解説していきます。動画内で一部差別的な発言を取り扱うシーンがございます。その点をあらかじめご了承の上でご視聴をお願いします。我々あけたまチャンネルではソニックがもっと面白くなるをテーマに、ソニック歴20年以上のオタクが、解説、考察、ゲーム実況など色々投稿しておりますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。このキャラクターが初登場したのは2017年2月21日、海外のアニメーター兼 YouTuber のグレッグ・ジラ氏が投稿した、ゲームソニックロストワールドのレビュー動画のワンシーンで登場しました。レビュー自体は辛口なものの手書きの可愛らしいアニメーションでコミカルに演出されており、見てるだけでも賑やかで楽しい動画になっています。そんな動画の1カットにそのキャラクターは登場します。該当のシーンがこちら。Oh no. Let's take a look. これだけですね。時間にして1秒にも満たない本当に短いカットですが、この独特のゆるさと不さかわな雰囲気、そしてつぶらな瞳は多くの視聴者の印象に強く残り、この日を境にネットミームとして歩き出しました。確かに一瞬しか映ってないのに強烈なインパクトだね。以降このブサカワナックルズを便宜上グレッグジラナックルズという呼称で進めていきます。ちなみに余談ですが同じようなゆるいテイストでソニックとテイルスも動画内に登場しているのですが、なぜかこの二人はそれほどフィーチャーされずグレッグジラナックルズだけがミームとして広がっていきます。そのレビュー動画の投稿から2週間後の2017年3月7日、同じくグレッグジラ氏は自身の YouTube チャンネルにナックルズシングスという動画を投稿します。その内容は先のグレッグジラナックルズの喋るアニメーションの裏で洋楽が流れているというもの。ちょっと聞いてみましょうか。I don't want to set the world on fire. なんなのこのシュールな絵面は？ちなみに流れている楽曲はザ・インクスポッツの I don't want to set the world on fire。1940年代の古い曲ながら、近年ではゲームフォールアウトシリーズで印象的に使われていたりもする楽曲です。世の中に火をつけたいわけじゃない。ただ君の心に火を灯したいだけさ。という甘すぎるラブソングの歌詞とチルい雰囲気。それをブサカワナックルズが優しく歌い上げるというカオスな30秒間になっているのですが、この動画が爆発的なヒットを叩き出し、ネット上ではその後数ヶ月にわたりナックルズシングスミームが大流行しました。確かにこいつに歌わせたら何でも面白くなりそうだものな。グレッグジラナックルズの広がりはとどまるところを知らず、2017年9月15日、アメリカのコミュニティサイトデビアントアートにて、タイディエストフライヤー氏がグレッグジラナックルズの 3D モデルを作成し公開します。ついに 3D モデルになっちゃった。また2017年は VR プラットフォーム VR チャットの Steam 版リリースを迎えた年でもあり、VR チャットのビッグウェーブに完全に波乗りする形でこの 3D モデルも驚異的なダウンロード数となりました。なるほどね。グレッグジラナックルズは最初出てきた時から強烈な印象を与えていたけど、その上でナックルズシングスミームや VR チャットとの化学反応でさらにバズっていった感じかな。そうですね。ここまでで終わっていればよくあるネットミームの一つという印象だったのですが、ここからこのキャラクターは思いもよらぬ方向に転がり、大きな物議を醸すことになっていきます。ここまで紹介したグレッグジラナックルズとは別軸で、2016年頃から海外ではアフリカ人の、特にウガンダ人のミームが流行していました。例えば今は亡きショート動画共有サービスバインで投稿されたこちらの動画。この動画は当時バズりにバズり、Why are you running? は有名なフレーズとなりました。他にもアメリカの YouTuber バーチャリーバイン氏のアフリカ反乱軍をロールプレイするコールオブデューティブラックオプス実況プレイや、スウェーデンのツイッチストリーマーフォーセン氏がゲーム PUBG をプレイ中に、そのファンがウガンダに関する様々なジョークを言いながらスナイプするムーブメントが横行したり、また2010年公開のウガンダの超低予算映画、フーキルドキャプテンアレックスが、クオリティの低さから海外でめちゃくちゃネタにされたりといった具合でした。ウガンダ系
ミーム、正直あんまり知らなかったな。日本ではバインのワイヤーユーランニンがやや流行ったくらいのもんで、主には海外で流行していたような印象ですね。そんな全く別軸で流行していたアフリカ、ウガンダ系のネットミームなのですが、VR チャット上で先のグレッグ・ジラナックルズと、なぜか合体してしまいます。どういうこと？具体的にはグレッグ・ジラナックルズアバターのプレイヤーが集団となり、先ほどのワイヤーユーランニンや、Do you know the way? というウガンダ訛りのフレーズを連呼しながら、他のプレイヤーを集団で追いかけ回すロールプレイが横行します。なんで？知りませんよ。ロールプレイの例としては他にも、部族集団の一員のように振る舞い自分たちの導きとなる指揮官や情を求めて行動するというものがあり、You are Commander My Queen というフレーズを放ちながら他プレイヤーに勝手に付き従ったり、南部アフリカの諸言語で使われる吸着音という舌をカッカッと鳴らす発音があるのですが、一人がこの音を鳴らし始めると集団が共鳴して吸着音の大合唱が始まるなどといったものもありました。なんだその習性は。これはあくまで推察ですが、ソニックの原作においてナックルズはエキブナ族という古代部族の末裔という設定があります。エキブナ族とアフリカ系部族になんとなく共通してそうな、野生的、集団行動しそう、奇妙な風習がありそう等のイメージのつながりから、ナックルズがウガンダと紐づいたのでは、と考えることもできますが発生原因は本当に謎ですね。ゲーム版のナックルズを知っていれば部族っていう属性は理解できるけど、それを加味してもどうしてこうなったって感じだね。全く関係のなかった2つのミームが VR チャット上で謎の化学反応を起こして生まれた化け物。この頃にはこのキャラクターは、ウガンダナックルズと呼ばれるようになり、このウガンダナックルズアバターは VR チャット上で信じられないほど大繁殖してしまいました。最初ウガンダナックルズって聞いた時なんでウガンダって思ってたけど、ウガンダミームとなぜか合体しちゃったことでそう呼ばれるようになったってことだったんだね。これだけ同じアバターに囲まれたら普通にびっくりしちゃうし、本人たちはちょっとした悪ふざけのつもりかもしれないけど他のプレイヤー巻き込んじゃってるのはお行儀悪いよね。その通りで、はっきり申し上げるとこれらは嵐行為です。当時の VR チャットではどのワールドに行ってもウガンダナックルズの嵐集団に遭遇し、ブロック仕様が次から次に湧いてきて繰り返し絡まれるということが日常的に横行しており、ウガンダナックルズアバターの出入り自体を完全に禁止するワールドが出てきたり、これを理由に VR チャットを去る人が出てきてしまうほどでした。サービスとしての実害も出てきていたんだね。当時 VR チャット開発チームも海外の掲示板サイトレディットにて、コミュニティに悪影響を与える憎悪やその他の行為は許されませんという声明を発表しました。名指しこそしていませんがこれはタイミング的にウガンダナックルズの件を指しているとされています。またウガンダ訛りの英語の太い声で発音するという行為そのものが、アフリカ人をステレオタイプ的に揶揄しており差別的であると非難されるようになり、集団で嵐行為を行い VR チャット全体の風紀をめちゃくちゃにした差別的なミーム、という認識が乗っかってしまったことで、ウガンダナックルズ自体がヘイトシンボル的な像を嫌悪の対象となってしまいました。うわぁ、なんでこんなことに。一応この件に関してソニック公式も認識はしているようで、2018年1月に海外のソニック公式ツイッターにて、世界をより良い場所にするための道を示しましょう、という文章とともに、ウガンダ慈善団体への寄付を促すポストを投稿しています。これは先ほど紹介した Do you know the way? というミームフレーズに対するアンサー的な投稿になっていると思われます。ウガンダミームにあえて乗っかりながらスマートに道を示したソニック公式の行き過ぎる対応には感服ですね。確かに、立ち回り上手だな。セガからしたら二次創作が勝手にヘイトシンボル的に広まっちゃってたまったものじゃないよね。そうですね。セガはもちろんのことグレッグジラシや 3D モデルを作ったタイディエストフライヤー氏も、当然そんな意図を持って二次創作したわけではないにもかかわらず、一部の人たちのせいでキャラクターごと害悪ミーム扱いされてしまったのはあまりに不憫ですよね。元のイラスト自体は魅力的なのに。実はこのようにミームが悪い方向へと働きヘイトシンボルになってしまった例は、ウガンダナックルズの数年前カエルのペペでも起きていました。カエルのペペ？ 2005年アメリカの漫画ボーイズクラブに登場するカエルのキャラクター、ペペは、2014年頃までは大人気のネットミームでその人気はネットだけにとどまらず、歌手のケイティ・ペリーが画像付きでポストするなど一般的にも広まった有名ミームでした。すごい、有名人にも認知されてたんだ。ところが2015年頃から海外の掲示板サイト 4chan を中心に、政治的、人種差別的なミーム投稿に用いられるようになってしまいました。そんなミームが次第に広がっていく中で、2016年9月に米国最大のユダヤ団体、名誉毀損防止同盟 ADL によって、カエルのペペはヘイトシンボルとして正式に登録されてしまいました。そんな、もともとはただの漫画のキャラなのに？その通りでペペには全く罪はありません。完全なる風評被害です。そんなペペのイメージ回復のために当時はセーブペペというキャンペーンが行われたのですが、結果的には広がったイメー
ジを覆すほどの大きな成果を得ることはできず、ついに2017年5月、漫画、ボーイズクラブの中で、棺に横たわって死んだペペを仲間が弔うという回を公開し、作者マット・ヒューリー氏はペペと距離を置くこととなりました。勝手にヘイトシンボルにされて作者からキャラクターが奪われちゃったってこと？実質的にそうなりますね。この事件に関しては2020年に、フィールズ・グッドマンというタイトルで映画化されているので、興味のある方はそちらも合わせてご参照いただければと思います。一部の人たちのせいでコンテンツの印象が大きく歪んでしまって、原作者が思いもよらない形で広がってしまうことがあるってことか。ペペも作者もかわいそうすぎるしネットミームってそんな怖い面もあるんだね。そうですね。ウガンダナックルズにも通ずるところがあると思い、合わせてご紹介させていただきました。またウガンダナックルズの方でも、セーブペペほど大々的ではないものの、一部の有志によってイメージ回復キャンペーンが行われたりといった動きもあったようです。最後に改めて今回のまとめと注意喚起ですが、ウガンダナックルズは公式のものでなく二次創作由来であるということ。その上で二次創作者の方々も想定外の歪んだ広まり方をしてしまったミームであること。そんな経緯もあって差別的なニュアンスを含んでしまうので近づく際は注意が必要であること。これらの点についてご留意いただければと思います。元のキャラクターに罪はない、けど取り扱い注意ってことだね。この動画が良いと思った方は高評価、コメント、チャンネル登録をお願いします。ご視聴いただきましてありがとうございます。次回もよろしく。